はい、カニ座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は9月前半のタロットリーディングと星の補足説明をさせていただきます。早速いきましょう。お願いします。8月の末でね、水星逆行も終わりますし、9月29日でね、9月30日ぐらいからはまた金星という華やかさとか美しさとかお金とか愛情とかそういったものもちょっと穏やかになるというかね、心の中に入ってきやすくなるので、雰囲気変わってくると思います。見てみましょう。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。ペンタクルスのナイト、ペンタクルスの3、ペンタクルス4、ソードページ、ペンタクルスの2の逆、ワンド3、カップページ、気をつけることや対策が運命の輪とカップ9の逆とオラクルはワンド9の逆です。そうですか。8月末ぐらいからね、何か移動が多くなったりとか、自分の好奇心が湧いてきたりとか、あれを勉強してみたい、これをやってみたいとか、人との情報交流が盛んだったり、また SNS の活動も盛んになりやすい時だったんですね。ちょっと水星が逆行していたので若干混沌とした感じはありましたけれども、それが9月になることによってちょっと霧が晴れて、本当にやりたいこと、自分の考えがまとまるとか、やりたいことに対しての道筋ができてくるみたいなそんな感じになってくると思うんですね。ちょっとだけ気をつけてもらいたいなと思うのは、ちょうど9月の2日から天王星とか冥王星という星がまた逆行を始めるんですよね。これ全体的な社会の流れとして起こりやすいんですけれども、でも蟹座の皆さんにとってはちょうど今ね、9月の前半って人との交流とか情報交換が活性している時なので、より一層人に対しての感情の起伏みたいなものがちょっとだけね荒くなるんじゃないかなっていう感じもするんですね。その情報が多いと嬉しい情報もあるし、ワクワクする情報もあるんですけども、その情報に揺さぶられてしまうというかね、自分の感情がそこに操作されてしまうような感じになることもあるので、特に冥王星も今逆行して、もう一度このパートナーシップのことに入ってくるのでね、昔のちょっとした嫌な思い出をちらっと思い出したりとかして、っていうね、感情がって思うみたいな、そんなこともあるかもしれませんが、これあくまでもそういう傾向があるというだけで絶対そうなるわけではないんですね。ただカードで見た時に今ちょっとだけ疑い深くなっているとか、それって本当かなみたいな、自分の考えも自分に対しての思いも疑いやすくなっているので、自分が自分のことを信じられない時っていうのはなかなか他者に対してもちょっと信じにくいっていう風になったりするのでね、そういうことがちょっとだけ注意してくださいねっていうだけです。そして9月3日が新月なんですが、この新月っていうのはすごく実務的なねエネルギーなので、自分が決めたこと、やろうと思ったことっていうものをコツコツとやっていけるエネルギーになります。ここから決めてやることで順調に進んでいくよっていう感じで、特に勉強とかお仕事とか何か準備していくことっていうのは、この準備している段階でなかなかね分かりにくい、成果が分かりにくいと思うんですけども、ちゃんと9月3日からスムーズに流れていくよっていうのがあります。これはカードで見てもそのように出ていますので、順調なんだと思います。なのでちょっと今までは本当にこれで大丈夫って思っていたことが、これで大丈夫だっていうね、このやり方でいけばうまくいくとか、焦らず今までやってきたこともちゃんと成果が出てるなみたいなことを感じられるようになると思います。そして9月5日以降に火星というバイタリティがね蟹座に入ってくるので、よし頑張るぞみたいな、ちょっとスピード感というよりは底力として使える感じです。よし決めた、もうこれでやると決めたみたいな、ちょっとどしっとね頑張るぞっていうエネルギーとして使えると思います。そういう何かやりたいこととか好奇心が刺激されて、趣味とかでもそういうものがある方にとってはよしそれを頑張るぞってことになりますし、でも何もないという方は少しねけしかけられるような感じに感じるかもしれません。何かしなくちゃみたいな、そんな気持ちになるかもしれませんが、そこは自然に言ってください。無理やり自分をせき立ててやらなきゃいけないってこともないし、周りがやってるからって自分もやらなきゃってわけでもないし、自分の体の声に従ってなんとなく動きたいと思ったら動くっていう感じでいいと思います。そして今
こうやってることってちゃんと身になってるなっていうこともできるだけ体でね感じるようにしてみてください。頭でどれだけ覚えてるかなとかそういうふうに感じると思うんですけど、こう体感の方でちゃんと進歩してるなっていうのを意識すると感じられるようになると思います。そしてそうですね、なのでカードで見てもそうですけど、非常に何かをねちゃんと積み上げていける必要なものが自分はこれをしたいと思ったらそれに対する情報が入ってくる、そしてそれに対して応援することもある、そしてそれに対する経験もできるみたいな感じで一つずつねちゃんと積み上げられていってすごく順調です。ただそれが客観的にそれを見れないというか、自分で一生懸命積み上げてるからどこまで積み上がってるのかが見えないだけで、客観的に見たらすごくうまくいってますよっていうメッセージです。そしてせっかく積み上げてきたものがなんか生かされてないんじゃないかとか壊れてしまうんじゃないかっていう心配は置いといて、ここまでできたみたいな、まだ達成してなくてもねここまでできたっていうような喜びをぜひ自分で感じてみてください。自分がこうだと思って積み上げてきたものが途中まで行ったら、あれもしかしてこれってこんな可能性もあるのみたいな感じで違う可能性も見えてきたりとかして、それまた一層楽しいっていう風に出てるんですね。でそれに対して何かしら例えばお金がかかったりもっと自分でこうしたいって思いが出てきてもそれうまくこう回していけますよみたいなエネルギーもあります。そしてそのうまく回しているエネルギーとこれまで積み上げてきたエネルギーというものが融合されて、すごく未来に対して明るい気持ちっていうのかな、なんかそんな感じがありますよ。これもしかしたらその9月5日のね火星が蟹座に入った後特にそうなってくるのかもしれませんが、なんかまだこうペースはゆっくりだったりとか、そんなに状況変わってないなと思ったとしても明らかになんかこう道は整ってきているみたいなね、そんな感じかもしれません。いいですね。そしてさらに何かそこにね面白いものが入ってくるって感じがして、さっき言ったこう何か一つね積み上げて何かを作ろうと思ってこう積み上げていったら、傍から見たらあれもしかしたらこれってこんな違う風なこともできるかもみたいな思った上に、さらにじゃあこれを足せばもっといいんじゃないみたいなアイディアだったり、なんか違う人の声かけによってそれが別の形でまた生かされてくるみたいな形ですごく現実もしっかり整ってるし感覚も開いていってるしっていう形で非常にいいですね。ご自身はね普通にぐるぐる回ってるだけって思うかもしれないけど、ちゃんとエネルギーはこう動きながら育っていってるっていう感じがします。そしてオラクルのメッセージがワンドの9なので、これは準備して待つとかそういう意味もあったりするんですね。ご自身ではもうちょっとこれが欲しいとかもうちょっとあれが足りないみたいにこう至らない自分を感じやすいんですけれども、でもエネルギーとしては十分ここまでやってるよみたいな、あとはもうゆったりと構えて待とうよみたいなメッセージだと私は思いました。っていうのはやっぱりタイミングとしてちゃんと来ますから焦らなくてもいいよっていう思いとか、なんか順序立ててやってるからうまくいくってわけではなく、ちゃんと一つ一つをクリアにしてるっていうのかな、なんて言ったらいいんでしょう、一つ一つクリアにしたりちゃんとその時その時に必要なことをこなしているから、それがまだ全体のパズルとして完成してなくてもちゃんと時が来たら全体像が見え、ここまでやってきた自分の成果も見え、それに対する喜びも見える。でこれ完成した後にこれをどうするかっていうビジョンも見えるみたいな感じで、すごくなんか壮大な感じがします。あとはなのでゆっくりちょっとこれを俯瞰してみてねって感じがしました。ちょっとこの全体の流れを踏まえた上でお仕事のことを目指してください。仕事ね、カップエース、ストレングス、お月さんということで、何かね仕事に関してももし求めてる方にとっては仕事に関しても嬉しいニュースが入ってきますね。単に嬉しいことを聞いてハッピーとかではなくって、自分が今まで温めてきたことをやっと活かせる機会があるとか、これでなんか今までのことが全部報われるとか、まだそれが完全にそれをなんか出し切る機会ではないとしても、こうなったらこうなるなみたいな、そういう淡い期待というかね、なんかそういうものがあり、こう いくらでも自分でそれを対峙できる、変更していったりとかやっていけるっていう思いがから未来に対しての不安が少なくなる気がするんですよ、この期間。全体的なね話で言うと蟹座の皆さんは来年の方がもっと新しい道開けるねみたいな感じなんですけど、今年も十分にこうそのための準備っていうか段取りっていうものをちゃんとやってるなって感じがしますし、この9月前半に関しても
精神的な迷いは少なくなっていく。仕事に対してこれからどうだろうっていう不安よりも、未来に対しての期待や自分の力を生かせるじゃないかっていう喜びの方が大きいというふうに出ています。よかったですね。ちょっともう一つ人間関係を見させてください。人間関係は死神とペンタクルスのキングと、ワンドのページということで、何か今まで引っかかっていた関係性というのは終わったのかなって感じがしますね。人間関係に特化せずに全体で見た時に、ご自身が信じているものとかね、自分が大事にしたいものっていうものをしっかりと積み上げてきてて、強いて言うならばそれを他者はどう見てるのかなとか、あの人はどう判断してるのかなみたいなのがちらっと見えたとしても、それはあんまり関係ないというか、それはそれで自分はちゃんとやってるしなっていうことでまた自分に戻り、さらにいろんなアイデアが湧いてき、あとは時を待つだけみたいな、そんな感じがあるので、特に人間関係で悩んでるとか何か迷わされるってことはないんですけれども、特化して関係性っていうふうに見た時に、すでに関係していた関係性の中で一つ自分が区切りをつけれる。もしかしたらその人が卒業していくみたいなね、何かそういうこともあるのかもしれないです。今までたまたま環境的に一緒に働いてたとか、同じ空間の中でだからこそ培えた感覚っていうものが一つ終わっていくみたいな感じがあるので、関係性も一つ卒業していくのかなとは思いますが、でもそれによってまた新たなものができるというか、その経験を持って自分はまたこういう人とうまくやっていけるとか、こういう人にも対峙できる自分になったよみたいな、なんかそんな感じなんですよね。なんか1対1でがっつり向き合って仲良くしてますとかではなく、それぞれの役割をその場の中できちんと果たしていってうまく成り立っている関係があるっていう感じがします。なのでどちらかというと立場が違う関係性の方ともうまくいく感じがします。年下だったり年上だったり上司だったり、全然関係ない人ともうまくいくっていう感じがありますね。普通の日常にある人間関係に関してはさほど大きな変化はないんですよ。今まで通り友達とは関わったりとかはできます。そんな感じかな。最後にもう一枚ちょっと見てみましょうかね。どれにしようかな。これにします。はい。なんか準備は十分できてるから、あとは待つだけみたいなね感じですよね。どうでしょうか。はい。リリースブロックスということでいかがでしょうか。このカードを見て何か感じることがあれば、ぜひ皆さんもね、ご自身の直感でメッセージ受け取ってみてくださいね。何かやっぱり自分の中でブロックになっていたこと、これはダメだとか、これはしちゃいけないんだみたいに密かにブロックになっていたことがちゃんと解放されるんだなって、手放すことができるんだなって思います。でそれはもしかしたら今までちょっと時間がかかったことかもしれないですね、ここに到達するまでに。だけど今だからこそ解放できるとか、終えられるとか、やることはやった、手は尽くしたみたいな感じで、あとは時を待ちましょうみたいな感じで思いました。はい、ということでもし何かしらね分かりましたという方は、ぜひいいねボタンやチャンネル登録、コメントで教えていただけると嬉しいです。また次回中旬ぐらいにね、また次の動画をアップしたいと思います。今回もありがとうございました。ぜひいい時間をお過ごしください。失礼します。